皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回もですね、将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がね、角交換型の振り飛車に進みました。私の方がね、左美濃に組んで、お互いにね、高美濃というね、言われる囲いでね、対抗する形に進みました。局面の打開の仕方や、その後ね、優勢になった後にね、いかにね、勝ちまで、結びつけていくかといったね、指し方のコツなどをね、大盤で、解説していきますので、最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速ね、対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私が後手番でね、上側になります。先手7六歩、8四歩に7七角とね、これちょっとね、工夫の一手ですね。3四歩に8八飛車とね、一手ね、7七角と上がったことで、向かい飛車という形にね、組めるということですね。ここで私がね、工夫しました1四歩と。これ早めの端歩でしてね、これね、どういった意味があるかと言いますとね、仮に、端を、受けますとね、場合によっては角を交換して、同桂に、これね、以前もね、同じ形を解説したことがあるかと思うんですけど、4五角と、こう打つ手がありまして、両成りですよね。いっぺんに防ぐ手がないんですが、先手からはね、6五桂という、返し技があるわけですね。ただの小狙いに見えるんですけれども、これを受けた時に5五角とね打つと、これが部分的なこの7七角型向かい飛車の手筋なんですけれども、この時に1四歩1六歩の交換が入っていますと、香車をね、これ飛車の動きが止まってて桂馬を飛んでなければ簡単にこう受かるんですけどね、桂馬が飛んでいるので香取りが受からないんですけど、1三香とねここに逃げれるっていうのがね、この1四歩の意味になりますね。角は成られますけど、3二銀と上がっておいてね、で一足早くね先手に馬は作られるんですけれども、自分の方もねもう2七角成か6七角成はもう保証されてる局面なんですよね。でかつどちらかになれた後にこの桂馬がね6四歩と取れそうなんですよね。この香車がもし逃げれなくてこうなんですかね、1一角でこうダイレクトに取られるような感じですとね、仮に桂馬を取ったとしても桂香交換なんですけれども、1三香とねこう逃げれる形ですね。この局面、3二銀と上がった形では先に馬を作られるんですけれども、自分の方も馬が作れるプラス桂馬も取れるというね、これはね、若干これも先手の方もねいろいろ工夫があるので、はっきりね後手が優勢というわけではないですけれども、先手としてもねかなり忙しい将棋になるということですね。ですのでちょっとね逆算をしたような指し方なんですけれども、この時点で局面で1四歩というのは1三香と逃げる手を作って1六歩ならね7七角成同桂4角打つかもしれないということですね。もちろん1六歩と相手がついてきたらその手をしないでね指し方もあるということで、先手の様子を伺ったということですよね。で先手の方としてはね、やはり先ほどの変化で1三香と逃げられる傷があるので、実戦はね1四歩に対して6八銀と上がったわけですね。こうやれば次に4五角を打つ手がなくなるんですが、1五歩とついて、これでね、端の位がね取れましたというのがね、このやり取りになるわけですね。ちょっと難しいんですけれども、早い端歩にも意味があったということになります。で1五歩に4八玉と。で、6二銀。3八玉。もう一転してね囲い合いですね。もう角を交換してもお互いにね有効な場所に打つ手がなくなっているので、ここからは一回囲い合いになります。4二玉に対して2八玉、8五歩、3八銀、穴熊にする手も考えられましたけどね、先手は振り身の囲いでした。で3二玉、5八金左、そして5二金右、5六歩、5四歩と、そして5七銀と。先手の方もねこの左の銀をどう使うかっていう一つポイントなんですけどもね、6六歩から6七銀もあるんですけど、こう組むとねせっかくこう角道を止めないでね、ある程度積極的な振り飛車だったのがこう角道が止まっちゃうのでね、5六歩から5七銀の方がいつでも角が交換できるということで、より積極的な指し方とね言えると思います。で5七銀に対して私も5三銀と、非常にこの5筋から右側ですね、玉形の形は似た形なんですけれども、1四歩と1五歩とね位を取っているのが違うところですね。あとやっぱりその端歩の分だけ駒組みの進展度にね、発展度にね差があるところですね。で、4六歩で7四歩とつきました。そして、3六と。ここまでですね、そろそろね、私の方も分岐点になりますね。居飛車側ですね。
このまま戦う、例えば具体的に6四銀とか出たりしてこのままどんどんね攻める手を狙うという考え方が一つですし、4四歩とね自分の方が止めてしまって、3三角から2二玉とね、深く囲っていくっていう考え方もあるところですね。実戦は、角をね6四歩と一回突いて2六歩に角を変えるというね指し方ですね。本当は私の方の理想としてはね、先手の方からこう2二角成と変えてくれれば同玉でね手順で王様が動けるんですけれども、先手の方もねやはりそこは頑張ってねこう角を交換しないで玉形の整備を進めてますので、私の方から角を交換、しました。7七角成同桂、そして2二玉とね、これで、王様を深く囲えてね角を交換した形で深く囲うという戦い方です。で4七金3二銀と左美濃に組みまして、ここでね9六歩で、9四歩と受ける手もあるんですけどね、受けるともしかしたらですけどね4五歩と対局編の時も言ったんですけど位を取る手があるかもしれないですね。これで別に、居飛車が悪くなるというわけではないですけどね、この形もね実はね同じような形をね、以前ね将棋王座指したことがある形ですね。実戦は、4四歩とこちらの位をねキープしました。3三玉桂3三桂とね、駒組みを着々と進めていきます。で6六銀ね、これちょっと揺さぶりをかけた手ですね。5五歩とついて一歩交換するかもよという手ですね。で6六銀に対して私の方は4三金と5五歩に備えました。次ね5七銀と引いたんですけど、これでちょっとなんていうんですかね手待ち気味なんですけどね、5五歩と攻める手もあるところだと思いますね。5五歩と突かれるとどうですかね。進行の一例としては同歩と取って、同銀に、おとなしく指すなら5四歩とね打てば銀を追っ払う感じですね。で激しく指すのであればここで7五歩という手も考えられますかね。今ねこう動いて一歩取られるんですけど、この銀がいなくなった隙をついてね、同歩ならば7六歩と打つと、ここでちょうど一歩持ったんでね桂馬を取ってうまくいくと。ただこの7五歩の時にね先手も何か5四歩とか打ってね反撃する手が効くかどうかという将棋ですね。同銀同銀同金と進んでね、どうでしょうかね。いい勝負な感じですかね。これで依然として7五歩には7六歩という手が残っていて、5八飛車とか回るような手もあるんですけど、例えば5五歩と受けたりしてね、一例を挙げるとまた6三角とかこう金を狙ったら4三金打ちと打つような感じでね、やっぱりこう桂頭を狙うような感じで、いい勝負かなと思いますね。後手も非常に手厚い格好ですからね、こういった展開も考えられたかなと思います。実戦はね、4三金に対して5七銀っていうのはね、先ほど出たばかりのところですから、どちらかというと手待ちをしてね、局面に隙を作らずにじっくり戦うという趣旨ですね。5七銀に対して私は2四歩と、5七銀ですのでねこれどんどん仕掛けてくる手がないので、2四歩も価値の高い手です。そこで、9五歩と、ついてきました。さあここですよね。で先手の方は今のね5七銀と9五歩という手はそれほどね積極的な手ではないので、ある程度待機して誘うってことなんですよね。じゃあ私の方はどうするかというと、もう結構駒組みが完成しました。で、先ほどの時も言ったんですが、このね玉側の形が、この歩がこうなっているとね、五分の格好ですよね。やはりこう序盤に位を取った端歩が一応効いた局面で、作戦的にはねまず成功とはいえ、もちろんこの位を取れてるからといってねはっきり優勢とかならないんですけど、作戦的には成功。じゃあどっからね、戦いを起こしていくかってことなんですけれども、千日手模様にね指す手はあるんですね。例えばねやりにくいのはこういう手ですね。2三銀って上がりってね、これで、3二金上がりたいっていうのはあるんですけど、これね6三角と打たれる手があるんで、これはちょっとね危ない格好なんですね。金が上がると歩を取られますし、5二角と打てばね、金取りと歩が受かるんですけど、同角成と取られた時に同飛車ですと6三角ですし、同金ですとねかなり形がやはり乱れてくるので、これでねまた4二金と寄るような指し方もあるんですけど、ちょっと危険な指し方になります。待機するのであれば4二金上がるとかがおすすめの手ですかね。こうちょっと一回金上がっておいて、次に2三銀と上がるということですね。
で何が違うかというと、ここに金が出てこの今度6三角には場合によってはね9二角のような受け方があるかもよということですね。金取りになってないと角を打って次に飛車を回れば角が大砲できるということでね、4二金上がるという手はあるところでした。で私はね今回ね、一番積極的な手ですね、8四飛車と。これはねこれだけですとねただ飛車を浮いただけで何にもね特になさそうなんですけど、この手がね次の仕掛けを狙った手になります。で8四飛車に対して、6六と突いたんですけれども、飛車が動きますとね7二角や6三角、これに角打たれたら気になるんですが、仮に、7二角ですと5二角と打っておけば、これね角がもうねニッチもサッチもいかないですね。次飛車引けば角が取れるので大丈夫ですね。で6三角に対してもねどうですかね、9二角とか打つとか、6一角と受けるような手もありますかね。で飛車を次ね角がやはり動きにくいのでね、これで7五歩と動くような手もあったとは思うんですけどね。あとは9二角と打って7二角成に、本譜と同じように攻めていくかというねようなところですね。6三角と打つ手は、先手の方としてはね有力な手だったとは思います。実際6六歩だったのでね、6六歩に対して、本局のね攻めが、うまくねいくことができました。6六歩に対して9四歩と、この手がね狙いの一手なんですよね。飛車が下でやる手もあったんですけどね、より条件が良くなったところでね決行しました。で9四歩同歩、7五歩とつきまして、でね同歩と取って、この時にね歩があれば歩を打つわけですよね。誰しも歩打つんですけど歩がないんですが、この時に9四香っていうのが狙いの一手ですね。こう走ったのがね、こうやることで部分的な形ですね。こういう形の手筋が9五歩と打つ手なんですね。こう打てば同香同香ってやってね飛車をこうさばかせない手筋なんですけど、今言ったようにここで歩を持つと7六歩がね厳しい一手になりますね。香と桂の取り合いですけど、金を作りながらね桂馬が取れますので、この変化は大成功です。実戦はね9四香の時同香と取ったんですけど、他の手も難しいですよね。9五歩ですと7六歩ですし、この7六歩を受けるだけならね角とか打てますけど、角で受かりますけど、これは香車をね取られてしまってね、角もただ受けただけになってしまうので、実戦は9四同香と取ったんですけど、同飛車と取ってね、これはね仕掛けがうまくいきましたよね。一歩はもちろん損してるんですけれども、一方的にね飛車が成れそうですよね。仮に受けてきても今度は7六歩がね間に合って、いずれね飛車をいじめてった後に飛車が成れそうな形になっております。実戦は、これでね本局はかなり、作戦成功なんですけれども、9四飛車で8五桂とね決めました。で9九飛車成と、飛車を成りまして4八飛車と。さてここですよね。この時が終盤戦のね入り口で、ここはね、駒の損得がほぼなし、ちょっと歩を損してますけど駒の損得なしで飛車が成れてますからはっきり優勢なんですけれども、どうやって勝ちに持っていくかですよね。例えばねもう厳しく攻めなら6七角と打つ、これも第一感の手なんですけど、6七角には6三角と打つような感じで、これもね形勢悪くはないですけどね。ただ取っていってもねすぐに寄る格好ではないですし、これも悪くないんですが、実戦のね次の手がね厳しい手でしたね。7六歩と、こういったね遅いように見えるので指しにくいんですけれども、この局面っていうのが駒の働きの差がまず大きいから有利なんですよね。で玉の囲いは同じような囲いなんですけれども、しっかりしてますね。なのでこういう時っていうのは玉形がしっかりしてる時っていうのはスピードよりも着実な方がいいことが多いんですね。逆に自分の王様が薄くてなんていうんですかね、もう例えばと金に攻められそうとかいう時はスピード感がある手が必要なんですけれども、この場合自玉が無傷ですので、なんていうんですかね、激しく攻めすぎちゃって切れ筋になっちゃうよりは、7六歩っていうのはねスピードはある程度ゆっくりなんですけど着実に攻めが続くという手が、この場合良くなります。で7六歩に対して7四歩と、しょうがないですよね。銀をこう引くのではね形が歪んでしまいますし、他にね歩成りを受ける手も難しいのでね、7四歩はと金の作り合いなんですけれども、7七歩成、7三歩成、6七歩でね、先に銀が取れる。あとね6三とに4二銀と引けてね、これでね銀がはっきり取れますから、ここまで進むとねよりねリードが広がったかなという気がします。で4二銀に対して2七香、しょうがないですね。他に、攻める場所も、振り飛車側から難しいので香車を打ちました。これに対してもね、2三香と受ければ
まあなんていうんですかね、均衡が保てて、これでもはっきりね銀が取れるので優勢なんですけれどもね、実戦は6九角とと金との連動でね寄せを目指します。で6九角に対して2五歩と突いたんですが、5七と取って同金に3六角ないとね、ここに来る形がね非常に手厚いですよね。で局面が優勢なんですけど、負けパターンはねこういうところ歩を取り込まれて、何かこう打ち込まれると、でこの時にこちらが壁になってるから詰まっちゃって詰まされちゃうっていうのが負けパターンなので、逆に言うと2四歩と取られた時に受ける手を用意しておけばいいと。この場合も2四歩にはここに馬がいるので2六歩と打てばね、香車が止まるということで、なんていうんですかね、いろいろ指し手があるところですけど安全にね、勝ちに行くという感じですね。で実際4七金と寄ったんですが、同馬と取ってしまって同飛車に再びね3六金とベタッと打ちまして、この金打ちが手厚い手ですよね。いずれにしても取り込んだ時に、飛車を取っても勝ちそうですし、2六歩と打つね保険付きということですよね。で、実戦は5八角と、これ非常にね粘り強い手ですけどね、ただ辛いのがねこう受け一方の手なんですよね。これ私の金取りではないので、実戦も3五香とさらにね分厚くね打っておいて、2四歩には2六歩と打つよっていう形を常にねキープしておけば非常にね、横からの攻めでねやられてしまうということは考えにくいので非常に安全です。で3五香に対してね、2六角と打ったんですけれどもね、以下はね収束に入りますね。2五歩と取って、先手の方もねちょっと指す手がね難しいとこですね。反撃する場所は難しいので実際3五歩と香車を取ったんですけど、同歩と取って、2四香とね打つ傷はありますけど、打たれても1三玉や場合によっては2三銀打ちと打ってしまってもね安全です。で、2五桂と攻めてきましたが、2六歩とねここに金がいるとねこの手が利くのがね万に一つにも逆転しないというところですね。3三桂成同銀右とね上がりましてね、ここに銀が来るともう玉頭もかなり安全ですね。2五香に逃げても勝ちですけれども、手厚く2四金打ちと打ちまして、歩は打っちゃうと2歩でね負けちゃうんで、それだけはまずいですね。同香同銀と、さあね銀を取られてしまいましたけど、ここまで来るとねようやくすっきりしたかなという感じですね。弱点が消えまして、上の方からね押しかかる形がもう着実な形ですからね、実戦は5三とと、これは形作りに近い手でしょうね。同金なら3四の地点に桂馬を打つような手があるんですけどね、同金で受けても勝ちですが、もういよいよ決めに行きます。2七歩成と取りまして、同飛車に対して2六歩と、同金でもいいんですけどね、より手厚くですね。で、3六角と取ったんですが同歩、ここは難しい手はいらないですね。一手一手着実に2六飛車なら香車を持ってるんでね、2六飛車なら香車を持ってるんで2五香がね痛すぎますね。実戦は飛車をね、7七飛車と逃げたんですが、4九竜が決め手ですね。取りまして同銀3七角と打ちましてね、以下は即詰みですね。王様を寄ると2九角という手がぴったりで、4七にね抜けれなくなっております。で同玉なら2八金の詰み、実戦は3七角で同飛車と取ったんですがね、同歩成と普通に王手をかけまして、同玉に2七飛車と打ちましてね、長手数ですけれどもね駒を取っていくので比較的分かりやすい詰みです。4八玉と引いたんですが、5七角と打ったところで、投了となりました。この角打ちに対してねどこに逃げても金打ちまでの詰みです。基本的にはね、3八玉なら、3七金と打って一手詰めです。こちら側ですね、5八玉か5九玉なら6八金と打てば詰みということで投了もやむを得ません。いかがだったでしょうか。今回はですね将棋を指しました対局の解説編をお届けいたしました。ご覧いただいたようにね角交換型振り飛車というのはね、お互いにどこから動くのかとね、あと手持ちに角を持ってますからね、角の打ち込みに常に注意しないといけないということで、ある程度ね、神経を使うようなところもあるんですけれども、本局はね攻めをね続けることができて、押し切ったという内容でした。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。
それではまた。さようなら。